どうも、ベトナム在住のうきつです。CB125T ね、フロントビード上げが、タイヤのビード上げができませんでした。前回ね、この CB125T リアタイヤね、取り付けをして、フロントはもうね、動画にしませんって言ってやってたんですけども、ビードが上がらないんですよ。どこだろうな。ここら辺がね、明らかに落ちてしまってて、で反対側も一部おかしいんだよな。ね、下の方映ってんのかな、映ってないか。こっち側はねそれなりに上がってるんだけども、こっちがもう全然ダメで、でね、そういう時のためにこうタイヤをポンポンしたりね、あとこのバンドでね縛ったりしたんですけども、もう明らかに上がらないというか、それこそバンドでこれを締めていってもね、なんか内側に入ったまんまなんでどうにもならないんですよ。で私ビード上げがうまくいかなかったのはこれで3回目になるのかな。ちょっとね前にネットで見て試してみたいというか、ちょっとそのやり方はできないんだけどもね、それを参考にしてやってみたいことがあるんで、今日はねそれをやってみます。前にね動画で見たのがどういうのかっていうと、車のタイヤなんですけどもね、ここの隙間が空いてるところに大きなオーリングみたいなやつを取り付けて、それはそういう専用のね部品で、なんだっけ、タイヤリーディングリングっていう、YouTube でもね載ってたんで、そこのサイトはね概要欄に貼っておくんですが、そんなの手に入らないじゃないですか。でその代わりに多分これをね中にうまく入れ込めば同じような効果が出ると思うんですよね。でそれをするにあたってもね、少なくとも片面だけはビードをはめてしまわなきゃいけないんで、ちょっと今からねディスクがあるからこっち面、これをねどうにか無理やりはめたいんで、ちょっとビードクリーム使います。ビードクリームでねまずはこっち側を塗ってっていいんじゃないかい。指がうまく入らんか。指入らんな。スポンジ使おう。付属のスポンジでねちょっと頑張って塗ってみます。これはどうすればいいのよ。こんな感じかい。スポンジが落ちそう。逆にビードがはまった場所を外して入れるのがいいのかどうかわかんないけど、だいたいこれちゃんとカメラに映ってんの？ギリギリ映ってるか。うわ、いや今一つつけたい奥にね入ってない気がするし、もうスポンジもボロボロになっちゃいました。このビードクリーム私日本にいた時に買ったやつだから30年ぐらい前なんだよな。そろそろ新しいのを買わねばいけないが、これでまず頑張ってはめてみよう。さあこれでとにかく奥に入れればいいんじゃない？どうはめるよ。踏むか。前回靴の跡ついたんでね、靴下で踏みます。これよいしょった。うまく映ってるかどうか知らんけど、こうすりゃはまってないかい。よいしょ。片面、うわダメだな。ここ全然入ってないじゃん。レバー使うか。さてどう上げんのよ。ここに入れて
けてんの？全然上がんないんじゃない？当たってればいいのかな。もうちょい入れたいが、ちょっとカメラにうまく映ってない気もするけど、ちゃんときれいにするゆとりがない。入りはしないか。ダメっぽいな。一応当たってるから OK な気もするんだが、一度やってみるかい。さあ、じゃあちょっとやっていくけどね、念のためもう一回確認してみようかな。ここが落ちてるからどうしようもないけどね、今変に動かすと向こう側がまた外れちゃっても困るんでね、要は空気を入れてもダメなんですよ。もうこっから明らかに抜けてるもんな。こっからシューッと出てくんだもん。話になんないや。まあまあいいや。で、今回何をしようとしてるかというと、ぐるっとホースをね回していく関係で継ぎ目を塞がなきゃいけないんで、ちょっとこれお菓子が入ってた袋になるんだけども、それなりに頑丈な気がするんでね、ちょっとこいつを継ぎ目に入れるんだ。これなら引っ張っても破れないんでね、こいつは中も小袋に入ってたから汚れてはないはずなんだ。さあ、それでこれにもビードクリーム塗るんだろうけど、もうそろそろクリームがない。今こっから漏れてたからちょっと違う場所がいいんだろうな。ここら辺に入れて、そんでね、これをぐるっと回していけばどうかならないかい。ここにもねビードクリーム塗っていきます。今日はこいつ汚い方がいいな。ここにねこうやって入れたいんですよ。タイルやるね。本当にもうないな、クリームが。さあ、これで継ぎ目の場所で切れば少し隙間があるけど、この袋があるからいけるはずなんだ。ちょっとこれでね空気入れてみます。さあ、これで入ってほしい。お、上がった、来たんじゃないか。うわ、ここがダメか。このわずかな隙間が命取りじゃん。きっちり合わせばよかったな。どうするよ。無理か。上がってはくるけど、上がりながら逃がさなきゃ。だいたい私カメラの前で邪魔してるね。もういいや。どうするよ。ここだけ布。どうしよう。あと5ミリ長くしとけよかったかい。5ミリどころか案外ダメか。どうする。この隙間ちっちゃいの入れるか。
無理かい？これで上がってくれ。ちょっとカメラの前で邪魔してるけど。これでこれ見たら無理か。どうしようかな。せめて片面上がってくれりゃどうかならん？あともうちょいなんだがな。ちょっとホースを引っ張ろう。これでホースがでかすぎたか。ちょっともう一回入れます。あ、来たかもしれん。無理か。せめてこっち上がれば何か変わると思うんだが、ちょっと一旦休憩しよう。あともうちょいな気がするんだけどね。どうしても辻目から漏れるんで、布をね濡らしてきました。あんまり中に水は入れたくないんだが、これで空気を止めてくれないかい？うわ、また位置が悪いな。引っ張るかい、ホースを。いや、ここの長さちゃんと測るべきだった。まだもう一本ホースあるから間に合うっちゃ間に合うんだが、これでぴったりだもんな。こうやって手を当てて、反対側すら上がんないんだもんな。どうしよっかな。案外いいところまで来てない？どうやろう。もうちょいな気がするが。いや、案外上がってきてるんだ。なんでコンプレッサー動かない？私は電源入れ忘れ？コンプレッサーのねコンセントが抜けかけてたんだけど、これねもうちょいで上がりそうな気がする。ちょっとね一回空気入れます。あ、ダメだ。落ちちゃったよ。落ちたね。ちょっともう一回。本当はここをテープでつないじゃったら伸びないから入らんよね。どうしよっかな。
まあ一応濡らした布とこれでいこう。映ってんだっけ。引っ張りながらはめたから1は OK。 そんでちょっとここも濡れた布か何か持ってこよう。ちょっとね布を濡らしてきました。上からやったところで意味があるかどうかわかんないけど、さっき案外いいところまで来たんだ。違うかいだろう。もうちょいなんだよ。こいつが硬いか。ダメじゃん。これで空気を入れながら抜いてく。うわ、こいつが完全に感じまった。くそー、あともう一個まで来たんだよ。上がったがために布が挟まった。これビード落とさなきゃ上がんねんじゃね。どうするよ。くそー。若干緩んだところで抜けるとかそういうのはないかな。これで終わりにするか。終わらないか。空気漏れてるもんな。あ、来た来た。うわ、この布がいらんことしたか。ちぎれたら終わりやけど。来た、いけたんじゃねこれ。ここが上がらんのか。あともうちょいなんだ。上がってくれ。あ、来た。すごい緩い上がり方だけど、うわ、こっちが上がってないじゃん。もうちょいか。しかもコンプレッサーの調子悪いな。電源入らんし。一応空気入ったのよ。ほぼほぼ成功なんだけどな。コンプレッサーあともうちょいなんだけどね。コンプレッサーの電源が入らない。しっかり空気抜かないと入らないんだな。なんか一回空気抜きます。よいしょ。これであとね、反対側があらブダブダしてる間に上がったか。なんか中途半端な形になったけど、一回空気入れます。よいしょ。かなり多めに入れたんじゃない？ただ一応入ったな。なんか中途半端なやり方だけど、とりあえずビード上げれました。まあまあとりあえず成功なんじゃないの。これ空気圧は今かなり入れたよね。4.5 キロも入ってるからこれで OK。
空気を落とすとビードが落ちるとかないよね。ちょっと高め 2.75 ぐらいかな。これでね一晩様子見てみますまあまあ上がってよかったちなみにねこれ動画に回さないで、タイヤのビード上げというかタイヤ入れしてね結束バンド使わなかったんですよ。で結束バンド使わないとそれはそれで大変でね、この真ん中の溝にこのビードリムかなうまく落ちないんでね、はめるのむちゃくちゃ苦労したんですよ。それのせいでもしかしてタイヤ歪んだのかななんてのもね思ったりもしたんですが、ちょっと次は次やるとしたらね GN125 なんですけども、あれもねやっぱり自分でタイヤはつけたいんで、それこそ片面だけね結束バンドで縛って、あとタイヤレバーで入れるのがねもしかしたらうまくいくかもしれないです。いやいや、とりあえず今日はねこれで完成です。こっちもね取り付け動画は作らないんでこれで終わりにします。なんで今日はここまで。それではまた。